は、カンパニュラとガクアジサイを組み合わせて描いてみたいと思います。これね庭に咲きましたちょっと今年はね何もかも早く咲いていますよね。で画紙なんですが、ワーグマンですね。中目です。厚口中目でサイズは6F サイズよりちょっとだけちっちゃい38センチ ×30 センチです。そして、絵の具ですがホルベインですね。クリムソンレーキ、キナクリドンレッド、レモンイエロー、サップグリーン、コバルトブルーヒュー、コバルトブルー、セルリアンブルー、バンタンバ以上8色でね描いてみたいと思います。で今日はちょっとね早めの動画にしてみようと思いますので、勘どころだけ動画に撮って、あとははしょってね早くこう進めていこうと思います。じゃあまずね下書きから入っていきますね。カンパニュラとアジサイどちらが主役なんですかっていうことをまず決めとかないといけないわけです。で見たところねこのカンパニュラ結構大きいので迫力あるんですけど、やっぱり縦にこう伸びていくものなので、これを中心に据えちゃうと構成が苦しい感じになるかなと思いますので、一応ねこちらのアジサイが主役っていうことで配置してみますね。左からの光っていうことで設定してみたいと思います。で、絵の中心こう対角線引くとこの辺りになりますので、主役のガクアジサイを、この辺りに配置しますね。こんな感じでしょうか。でこういうふうに来て、器としてはかなりね上から目線で描きますので、こんな感じかなと思います。でカンパニュラをこの後ろからこちらへこういうふうに出していこうと思いますね。ちょっと濃いめに描きますよ。こうですね。こうです。そしてこうですね。で、小さいアジサイをこのカンパニュラの後ろに持ってきます。そして、カンパニュラをもう一つここに持ってきますね。なので全体としてはこんな感じっていうことになると思います。で器の口をねちょっと実際よりも広めにしましたので、もう少しこっちへねこう持ってこれると思いますので、カンパニュラかアジサイを持ってくるとちょっとここへ同じようなものがひっついてしまいますので、こっちに3本カンパニュラ、主役のアジサイ、後ろのアジサイ、そしてこのアジサイの下にアジサイがもう一個こう下がってましたよっていうふうな、かなりこれが斜めになってしまうので、ちょっと不安定かなとは思いますが、一応ねこういう感じでやってみようと思います。今日はちょっとね細かく描いてみたいと思います。だいたいこれ実物大でいけますから、実物大でこう描こうと思いますね。はい、一つがこんなくらいの大きさです。じゃあこれからね描いていきますのでね、ちょっとここで動画はね切りますね。はい、下書きがねできました。これにマスキング液で、マスクしておきますね。細かい作業がね入ってきますので、マスクしといた方が、かなりね楽かなと思います。アジサイの小さいつぶつぶですね。これをちょっと白くね抜いとこうと思います。ブツブツなってるっていうことは、そこに光がたくさん当たりますよっていうことなので、白く見えるよっていう方がプツプツ感が出やすいわけですね。はい、じゃあこうやってつけていきますよ。はい、マスキング液がね乾きました。このガクアジサイのこの絵ですよね。それから中の方に見える枝分かれした枝も、実際はちょっとこう暗い色をしてるんですけど、これはね細く白抜きした方が繊細な感じにもなりますので、あえてねこうちょっとこう塗っておきました、細くね。それからカンパニュラのガク
それから中にあるおしべめしべですね、マスキングをしておきました。はい、じゃあね塗ってみたいと思います。普段ですとね、すごく大きく下塗りをするんですが、今回はちょっとね丹念に塗っていこうと思います。それじゃあこちらから塗っていきますよ。カンパニュラかなり強い紫色なんですけど、背景色っていうことで、セルリアンブルーですね、これに少しだけキナクリドンレッドを入れます。で、ここの外ですね、この外に置いていきますね。あんまり混ぜ切らないので、紫色に見えるところもあれば、ちょっと赤っぽいね、青っぽいねっていうところもあっていいわけです。で、こういうふうにね塗っていった後、水筆で、こちらのね空間の方へ伸ばしておきます。こういう作業をね全体的にやっていきますね。色もね適宜変えていきますのでね。背景色ですよねがだいたい塗れました。全体的にこうぐっと沈んだ感じがしますので、ここでちょっとレモンイエローをね加えてみたいと思います。レモンイエロー純色を使いますね。左上からの光っていうことで、左に置きます。で花自体は全然黄色ではないんですが、背景も含めてね、この辺りにずっと置いていきますね。だから別に黄色に見えるので黄色を置いたっていうわけではありません。ね、で、しっかりお水でねぼかしておきますね。はい、こんな感じです。そしてティッシュでポンポンと取っておきますね。最終的にねほんのりこう黄色を感じられるなっていうぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。で次に、サップグリーンですね。この色にサップグリーンを混ぜます。で葉っぱがある部分ですよね。この葉っぱのある部分にちょこちょこ置いていきます。で必ずしもね葉っぱこういう色ではないんですけども、そこはねあんまり気にせずにっていうことです。からこの辺りのね軸とかカンパニュラの軸ですね、そして額ですよね、ここにもねちょっと入れておきますね。あまり丁寧にこう入れているわけではないんですけど、ここら辺りにあるよねっていう感じのところに入れていってます。はい、これもねちょっとねポンポンと取っておきますね。はい、そして今度はねちょっと花の中へ色を置いていきたいと思います。で赤いアジサイなんですが暗い赤色なんです。だけど、あんまり暗くしたくないのでキナクリドンの純色をさっと置いてみますね。今さっき黄色置きましたので、黄色とちょっとかぶったりはするんですが、それでも構いませんので、はい、お水でぼかします。はい、そしてここにクリムソンレーキです。ちょっとね暗い冷たい赤ですね。これもこの近くに置きます。ちょっとにじみますよね。にじむ感じで置いていきます。はい、これもねちょっとねぼかします。はい、だから厳重に置いてないんで、この辺りに実際の赤い花がありますよっていうのがちょっとわかるかなっていう、その程度の感じです。はい、これもねちょっとだけポンポンと取っておきます。
次にねカンパニュラのね青紫を置いていきますね。この色ですね、今きなくりドンレッドの純色です。これ、セロリアンを多めに入れます。かなり青っぽい紫、綺麗な色ですよね。でこれをカンパニュラのあるあたりに置いていきます。綺麗に小切れに塗るんではなくって、このあたりカンパニュラだよねっていうところにこう入れていきますね。はい、ざっくり入れてみました。ここにもねカンパニュラアジサイの向こう側にねカンパニュラありそうですので、そういうところにも入れておきます。これもね水筆でぼかします。でこれもポンポンポンと取っておきます。はい、これでちょっと一旦乾かしますね。あらあらね色がつきました。でこっからねちょっと細かい作業に入っていきますね。アジサイなんですが、この背景色にこう青が入ってるわけですね。でところが本当はカンパニュラが見えたり葉っぱが見えたり、あるいは後ろの花が見えたりしてるわけです。そういうのをね少しずつ足していこうと思います。まず花をちょっと足してみますよ。これクリムソンレーキの純色ですね。ここですね、こういうところです。線描はしてないんですけど、ここにもう一輪花があって、その花びらが見えてもおかしくない、このような作業をしていきたいと思います。後ろ側に赤い花びらを点々と入れてみました。じゃあ次にねカンパニュラを入れていきます。コバルトブルーをちょっと足しますね。青っぽい紫色っていう感じですよね。ここのちょっとここ分かるように入れてみますよ。ここカンパニュラの部分です。暗い部分に、入れてみました。でカンパニュラの花が、実はここへずっとつながってくるわけです。この花の向こう側にもカンパニュラの花があるよっていうことで、こういう隙間にカンパニュラの色が入ってきても、当然といえば当然ですよね。見えるであろうカンパニュラの色を、点々と入れていってみますね。から外側のカンパニュラにも少しね暗いと思われるところへコバルトブルーを足しています。今度はね葉っぱの暗い部分を作っていきますね。深い緑をね足していこうと思います。コバルトブルーヒューです。バンタンバーです。これに少しだけサップグリーンを足しますね。暗い緑になりました。これを葉っぱがちょっとね、ここは多分葉っぱだけど暗く見えるだろうなと思えるところに入れていきますね。葉っぱの上に乗っかっている花のラインがしっかり見えてきます。でいつまでもこれね引きずらないで、この辺でねぼかしておきますね。はい、こういう作業をあちらこちらで入れていきますよ。カンパニュラの葉っぱの暗いところを入れていってみますね。ということで、コバルトブルーぐらいを使ってみようかなと思いますね。同じくバントアンバーとサップグリーンを入れますが、サップグリーンが多め、明るい色にしますね。例えばここちょっとやってみますよ。左上からの光ですので、こんな感じ。こんな感じですよね。はい、じゃあこのようにねカンパニュラ入れてみます。じゃあねこれで今度は茎をねやっていこうと思います。で少しね茶色っぽく、赤っぽくでもいいです。サップグリーンとクリムソンを混ぜるような混ぜないような感じでやっていってみますね。と明るい方はねサップグリーンが効いてもいいのかなって思います。
ちょっとこの筆で鋭い線でね少し茎の硬い感じをね出していこうと思います。ところどころにね葉っぱなんかもついていますのでね、葉っぱらしきものがちらっとこう見えたりしてもいいんじゃないかなと思いますね。紫陽花の花びらの細かい作業に入っていきますね。この細い筆でやってみますよ。である程度線描もしていきたいと思います。きなクリドンとクリムソンですね。それに少しセルリアンを混ぜます。で、ここやってみますよ。こういう作業ですね。それで、水筆の細い分で少しだけね下になったところをぼかします。重なり合ってるわけですね、4枚の花びらがね。でその下になった方をぼかして、始末をします。細かい作業ですけどね、これが一番見どころになりますので、こういう作業を点々と入れていきますね。花びらの、ね、線描が、だいたいできたかなと思います。でその次はここの飾り花じゃない本来の花ですね、つぶつぶです。これをどういうふうにつぶつぶに見せるかっていうことなんですが、この花この紫陽花の場合は非常に小さいんですけど、ある程度大きなつぶつぶの場合は、U の字のように描くっていうことです。光の方に向かって U の字を描くつまり光と反対の方に暗い、例えばこうお鍋のような底を描くっていうことですよね。そういう作業をねちょっとやってみますね。こんな感じになります。あまりこれをね規則的にやっちゃうと魚の鱗みたいになっちゃうので、そこはちょっと気をつけて規則的にならないようにするっていうことが大切です。はい、中のねつぶつぶのところもだいたい色が入りましたので、今度はまたカンパニュラに行ってみたいと思います。釣り鐘状ですからね、中が引っ込んでるわけです。なのでこういうところが非常に暗いコバルトブルーヒューぐらいでいってみましょうか。これにクリムソンをちょっと入れますね。かなりね暗い色になりました。実際はね中のが白っぽかったりするんですけど、ここはやはりねしっかり暗くしとかないと、引っ込んでるっていう感じがしませんので、明るい方に向かって自然にグラデーションさせます。そうするとここがポコッと引っ込んだっていう感じになりますね。じゃあそういう作業をねあっちやこっちのカンパニュラでやっていきます。はい、カンパニュラのねこう筒状になった中を暗くはできたんですが、こういう重なった部分の線描ですね、これを少しね入れておこうと思います。青っぽくしたいかなと思いますのでコバルトブルーをちょっと足しますね。例えばですねこういうところです。もうちょっと紫の方がいいですね。もうちょっと紫にしますよ。はい、こんな感じでね全部する必要はありません。要所要所分かりにくいとこだけをやっていこうと思います。はい、線描終わりましたのでこれで乾かしてマスキング液を外しますね。ここをちょっと暗くしておきますね、マスキング液外す前にね。ガラスはね見ると明るいんですけど、そのまんま描いてしまうとちょっと違うかなっていう感じになりますので、実際よりもかなりね暗めにしますね。かなり暗めにしておいて、ちょうどいい加減かなっていう感じになると思います。
影もね当然できますので、こちら側をねちょっと暗くしておこうと思いますね。はい、これでね、乾かしてマスキング液を外したいと思います。はい、マスキング液をね外しました。きれいに。ここはもういらないよねと思える鉛筆の線ですね、それも一緒に消しておきますね。色がきついと言いますかね、マスキング液を外した白地と絵の具の乗っているところとの差が非常に激しいので落ち着かない雰囲気になっているわけです。でこれを大きくまとめていくわけですね。上から同じ色をかぶせることによってその全体的な統一感を出していこうと思います。でまずねこの辺りの葉っぱの色ですね、葉っぱの方が綺麗ねみたいになっていますので、こういうところの葉っぱも含めてね全体的に上からちょっと暗めの緑色もしくは青色ですよね、灰色っぽい緑色もしくは灰色っぽい青色を上からかけていきます。抜いている葉脈も一気に一緒に潰していきます。で、葉っぱからねはみ出して構いません。一応塗っていますのでねはみ出しても差はちゃんと分かりますので、あまり細かく気にしないで全体的に潰していきます。でちょっとだけこう白地を残したいなと思うとこだけを少し白地を残すっていうそんな感じですね。じゃあ全体的にやっていきますね。はい、葉っぱの部分ですね、それからここの茎の部分もあらあら潰しましたのでだいぶねまとまってきたと思います。じゃあ次にカンパニュラの部分の色を統一させていきますね。でカンパニュラ実際にはねこんな濃い紫色なんですけど、少し明るめのね青色系を多めに使いたいと思います。でセルリアンですね、そしてコバルトブルーです。この辺りを少しずつ変えながら微妙に赤も混ぜながらちょっと潰していきますよ。で特にこちら側ですね、ちょっとね暗めにこう設定したいわけです。なのでこういう感じで潰していってみますね。でまだ葉っぱの上にかけた緑色ですね、灰色っぽい緑色がまだ乾いていないんですけど、それで少しぐらいにじんでもそんなに気にする必要はないかなと思いますね。ちょっとだけこう光らせたいは影の方なんだけどっていうとこだけはねちょっと白く残しておきます。あとはだいたいこんな感じで潰していきますね。カンパニュラの部分ね青で潰してみました。じゃあ今度はねアジサイを潰していこうと思います。で全体的に少しマスキングをしていたところとしていなかったところの差が激しすぎるっていう感じがしますので、ここをなだらかにしていきますね。マスキングで真っ白に残ったところと着彩でかなり強くね色がついてるところの差をぼかしながら柔らかくしていきますね。こうきついこの線描の線もある程度ぼかしていきますね。例えばこういうとこですよね。少しこれきついので少しぼかし加減にします。じゃあそういう作業をやっていってみますね。実際の方もねかなりこうぼんやりとねぼかしたことによって落ち着いてきたかなと思います。ここの中の茎ですよね、これは真っ白っていうことはありえないわけです。ちょっと茶色っぽかったり緑っぽかったりするわけで、バーントアンバーとサップグリーンを使ってもいいし、あるいはクリムソンとサップグリーンを使ってもどちらでもいいかなと思いますね。例えばここですよね。右上からの光っていうことなので左下あるいは左側を暗くするっていうことになります。だからわずかに白地を残すっていうことですよね。心当たりをやっていこうと思います。はい、絵がね半分ぐらいにはちゃんと色をつけたので細く白地が残っているっていうことでちょっと繊細な感じになったかなと思います。じゃあカンパニュラの中のねおしべめしべですね、これに黄色をつけますよ。
黄色をね置いといて少しねぼかしてもいいかなと思いますね。黄色の筋目が立ったように置いてもいいんですけど、あるいはこのように少し後からお水でぼかすっていうこともいいんじゃないかなと思いますね。これねちらっと覗いてますね。はい、葉脈ですね。葉っぱの葉脈を、上からねある程度消しましたのでうっすら明るく残ってるんですが、これにさらに、暗い緑で細いね筋目をつけていきます。少し白っぽいところにさらに暗い線を入れていくっていうことになります。コバルトブルーヒューとバントアンバーをちょっと入れますね、サップグリーンにね。全部やらなくってもいいんですけど、かなり細く入れますよ。からこういうところですよね。ここはねちょっと印象的に白地を残しましたので、いくらかはねあと筋目を立てて葉脈ですよっていうのがはっきりする方がいいかなと思いますね。からここですね、ここもね実は葉脈があるんですね。はい、これでねもう大体できちゃったんですけど、ここのね差があんまりないんです。飾り花と真ん中の花の塊ですよね、このちっちゃいこれの塊がはっきり区別がつかないんで、そこをねちょっとだけ、強調しておこうかなと思いますね。で暗い赤色を作りますよ。少しねコバルトブルーを混ぜてちょっと紫に傾けました。この塊のこういう丸い塊の下側ですね、ここに持っていきます。そして少しだけぼかします。もうちょっと詰めてみますね。こういうねプツプツの塊をだいぶねはっきりかけたかなと思いますね。でもうこれでほぼ出来上がりなんですけど、暗いところをねもうちょっとこの辺り暗くしておきますね。上からの光なんですが、これどちらかというとこっちが明るくなってるわけです。で一部ねやっぱり暗くしとかないとまずいかなと思いますので、この辺ですね、この辺をちょっと暗くしておきますね。ここら辺ですが、ここの中ですね、ここもちょっと暗くしとこうと思います。この辺りねから、ちょっとここもねちょっと明るすぎるかなっていう気がしますので、ちょっとだけ暗くしておきます。からちょっとここの中の方があまり差がないので、ここもねちょっと暗くしておこうと思います。
暗いと言ってもね、そんなに真っ暗にするわけではありません。向こうにね、赤い花びらなり、プツプツがあるんだよっていうことがもうちょっとはっきりするようにっていうことぐらいですかね。からここですね、要するにね、重なりの下の部分が暗くないと、普通に考えてちょっとなんかおかしいよねっていう話になるわけです。だからその辺の矛盾がある程度解消されればもうそれでいいのかなと思いますね。じゃあね、これでおしまいにしたいと思います。サインをね書きますね。はい、出来上がりです。